パトです。日本の統治機構、最後は裁判所です。日本の統治機構、3、裁判所、司法権の独立。裁判のお話でまず確認してほしいのは、司法権の独立です。くどいようですが、日本は三権分立、こちらですね。三権分立をとっているので、三権は独立して存在します。特に裁判所は行政府からも立法府からもいかなる干渉や支配を受けてはいけません。行政権である内閣が国会議員の中から指名されるなど、国会とある程度の関係性を持っているのに対し、裁判所は強い独立性を持ち、誰からも指図されないことが必要です。たとえ総理大臣の家族が犯罪をして逮捕されても、裁判官は毅然と法に従って裁きを行うのです。そこで裁判官たちは、まずその身分が保障されています。裁判官たちは間違いがない限り、生活が保障され、定年まで務めることができるのです。国会の衆議院や参議院の議員になるには、まずは選挙で国民から選ばなければなりません。さらに任期があり、衆議院は4年で、参議院は6年で辞めなければなりません。その後も続けたければ、再び選挙に出て国民に選ばなければならないのです。また、内閣総理大臣や国務大臣たちには任期はありません。しかし、国会に指名されなければ総理大臣にはなれませんし、政治が悪いと判断されれば不信任決議を出されたりします。また、総理大臣になるのは国会で一番多い政党。政党とか選挙のことはですね、他の選挙の動画でお話ししますが、この政党のリーダーがなるのが慣例なので、その政党のリーダーとしての任期があり、その任期が来れば交代することになります。ですので、ここら辺裁判所の裁判官と国会議員や内閣と違うということがよくわかると思います。ただ、だからといって何でもあるということではありません。裁判官でも国民の監視にさらされ、かつ良くないことをすればクビになってしまうのです。裁判官の罷免。罷免とは分かりやすく言うとクビになるっていうことです。裁判官がクビになる条件はこちらになります。1、執務不能の裁判官。裁判官も人間ですから病気になったり心身の故障が起きたりします。そのため裁判所がこの裁判官は職務を取ることができないと判断、決定した場合は罷免されてしまいます。2、公の弾劾。これまた裁判官も人間ですから、中には悪い人もいるかもしれませんって、過去何人かいたそうですが、裁判官が悪いことをした場合、同じ身分である裁判官が裁くのは、三権分立の原則に反してしまいます。そこで、悪いことをした裁判官を裁くのは、国会となります。国会で弾劾裁判というのを開くのです。例えば、電車の中で痴漢をした男がいました。しかし、その男を取り調べてみると、裁判官でした。それを見た一般市民、つまり、日本の人たちは、国会の罷免委員会というところに訴追しますって、警察に逮捕された時点でね、すぐ話が進んでいきますが、その国会の罷免委員会がその裁判官について調べ、弾劾裁判を開きます。その弾劾裁判所で判断されるのです。この場合はもちろん罷免となります。罷免とは先ほど分かりやすくクビになると言いましたが、正確には裁判官としての資格を剥奪される。つまり裁判官の資格を取られてしまうということです。で、最後ですね。3、国民審査。最高裁判所の裁判官は任期後初めて行われる衆議院議員総選挙の際と、その後10年経過した後、
初めて行われる衆議院議員総選挙の際、国民に審査されます。選挙の際ですね、このような紙も一緒に配られて、罷免させたい裁判官の名前の上の空欄に×をつける。これが国民審査なんですね。国民審査で罷免された裁判官は一人もいませんが、例えば、どうしても納得できない裁判の判決が出た、なんてニュースが流れたら、×をつける人がたくさん出てくる。といった状況で、たとえ罷免されなくても、裁判官たちは国民の意見を確認することができ、自分たちの職務に反映させることができるのです。以上が司法の独立と裁判官の身分保障のお話でしたが、次はその裁判官たちが働く裁判所についてお話しします。裁判所の構成。日本の裁判所は、このようになっています。まず、すべての司法権は東京にある最高裁判所と各地にある下級裁判所に属し、特別裁判所は憲法で禁止されています。最高裁判所。東京にある裁判所で15名の裁判官で最後の裁判を行う終審。最後の決着を行う裁判所です。高等裁判所。一地方に1カ所あり、全国で8カ所あります。地方裁判所。各都道府県に1カ所ずつ置かれ、北海道には4カ所、全部で50カ所置かれています。家庭裁判所。家庭内のことを判断する裁判所です。簡易裁判所。民事では140万円以下、刑事では罰金刑以下、刑務所に入るっていう裁判は行われません。さらに、知的財産高等裁判所というのも設置されました。これらの裁判所で裁判が進められていきます。こちら。日本では裁判は3回受けることができます。これを日本語で三審制と言います。これは裁判の公正、慎重を図り、国民の人権を守るため、裁判の判決に不服であれば、より上級の裁判所に対して訴えることができ、全部で3回まで裁判を受けることができるという制度です。世界には三審制を取っている国がいくつもあるようですが、皆さんの国はいかがでしょうか。ただ、日本でも法律の内容によっては2回のみ、1回のみの場合があります。内乱罪なんていう罪があるんですけどね。こういったものの裁判は三審制にはならない。なんてことがあるんですが、興味がありましたら、いろいろと調べてみてください。で、最初の裁判を日本語では一審と言います。そして次の裁判を二審と言い、最後の最高裁判所の判決を終審と言います。一審から上の裁判所に訴え出ることを日本語で控訴と言います。二審から上の裁判所に訴え出ることを、これまた日本語で上告と言います。ここら辺日本人受験生も難しい言葉を覚えるのが大変ですので、皆さん留学生もまずはこれらを日本語として覚えるようにしましょう。で、これらの図もダウンロードできるようにしてありますので、よろしければ後でご覧ください。国民と司法。裁判の種類ですが、その内容によってこちらのような裁判が開かれます。1、民事裁判。2、刑事裁判。3、行政裁判。これまでの説明の中でいくつか言葉を使ってしまいましたが、それぞれここでお話ししたいと思います。まず、1、民事裁判です。この裁判は、私人間って読むんですね。こんなこと言うとまた日本語の漢字は読み方が難しいとかね、
留学生にね、文句言われてしまいますが、法律の言葉だと思ってですね、解釈してください。私人間の権利、義務の争いを解決する裁判のことを民事裁判って言うんですが、これはもう母国語でね、調べちゃった方がすぐ意味わかると思います。ですので、ここではこれに関係する日本語を覚えるようにしてください。で、訴えた人を原告と日本語では言い、訴えられた人を被告と日本語では言います。裁判ではなく裁判所の仲介で、調停とか和解なんていう解決方法もあるんですが、わかりやすく言うと裁判の前に仲直りすると言いますかですね。決着がつくことをこういうふうに呼んだりするんですが、細かい意味はぜひ調べてみてください。ごめんなさい。で、2番目、行政裁判。これは民間が国、地方公共団体を訴える裁判のことです。今お話しした民事裁判の一つに当たります。で、こちら絵が出てきましたけども、この絵が民事裁判の法廷になります。で、ここにいるのが裁判官。そして、こちら側が訴える人たち。原告ですね。そして、こちらが訴えられる人たちの被告で、こちら側にはその弁護人がいます。また、民事裁判の場合はですね、ここには証人が立ったりします。これも日本語を覚えるつもりで学習してください。で、3番目になると今度、刑事裁判になります。これも本当辞書調べた方が分かりやすいと思うんですが、日本語の勉強としてですね、聞いてください。他人の生命や財産を侵すなどの犯罪の事実があったかどうかを判断する裁判のことを刑事裁判と言います。で、警察や検察官という人たちが捜査し、検察官が起訴します。起訴、要は裁判を起こすっていうことですね。起訴された被告人のことを日本語では被疑者と言います。裁判所は証言、物的証拠により有罪か無罪かの判決を下し、有罪であれば刑罰を与えます。刑事裁判では、ここに被告人、つまり犯人だと疑われている人が立ちます。そして、検察官がこちら原告となり、こちら側には被告人の弁護士が座ります。ここら辺も皆さんの国と大して変わらないと思いますので、ぜひですね、日本語の勉強だと思って引き続きご覧ください。で、ちなみにこの日本では裁判官と検察官は公務員になるんですね。ところが、それに対して弁護人、弁護士は公務員ではなく民間の人になります。そうなると、お金のない人が被疑者となって裁かれるとき、弁護士を雇うお金がないと心配になりますが、弁護士を雇うお金がない場合、国選弁護人と呼ばれる弁護士を国が置いてくれます。これもちょっと日本語の練習だと思って覚えてください。こんな感じなんですが、いかがでしょうか。で、さらに言うなら、裁判官や検察官、そして弁護士、この3つの職業を法曹三者と日本語では言い、法律関係の仕事をする職業全体を日本語では法曹界と言います。これも日本語の勉強だと思って覚えてください。さて、これを言うと驚く留学生がいるのですが、実は日本には死刑制度があります。重大な罪を犯した犯人を言ってみれば殺してしまう制度です。日本にこの制度が残っている最大の理由は国民からの支持です。要は日本の人たちがこの死刑制度を支持しているということですね。内閣府の調査では死刑制度はやむを得ないと考える日本国民がおよそ 80% 以上いるそうです。興味がありましたらですね、ぜひ周囲の日本の人たちの意見を聞いてみてください。で、本当に様々な意見があるんですが、そんな意見がある中、この死刑判決が
出たり出なかったりするたび、議論が湧き起こります。こんなにひどい事件なのに死刑にならないのかとかですね。逆に、こんなんで死刑になっちゃうのっていうのは、こっちの方は少ないんですけれども、こんな具合に議論が起こるんですね。そこで、司法は一般国民の人たちにももっと裁判を知ってもらい、国民の考えを裁判に反映させようということで、2009年から日本では裁判員制度が始まりました。裁判員制度。重大な刑事事件の第一審、つまり1回目ですね。1回目の裁判について、国民の中からくじ引きで6名の裁判員という人を選び、3名の裁判官と一緒に審理し、被告人が有罪か無罪かを判断します。有罪と判断すれば、刑罰を課すことになります。で、ここで押さえてほしいんですが、海外にはですね、これと似た三審制って、こんな字書くんですけれども、三審制ともう一つ、陪審制という制度があるんですね。詳しくはこれも細かい情報になりますので、この日本語をもとにですね、いろいろ調べていただければと思うんですが、この三審制と陪審制の要素を組み合わせてできたもの。これが日本の裁判員制度だと、簡単にはそういうふうに考えてください。どの制度も国民を司法に参加させるということを目的としています。で、ここら辺難しいと思いますので、総合科目学習の導入動画でお話しした知識は母語で確認で、ぜひ皆さんの母語でこれらの制度を確認しておきましょう。三審制を取ってる国とかですね、陪審制を取ってる国なんていうのは、総合科目の試験で出るかどうかはわかりませんが、大学行ってからもしこういう関係の勉強をするようなことがあるようでしたらですね、必要になってくる知識ですので、ぜひ皆さんの方で勉強するようにしてください。また、国民が司法に関わるということで、検察審査会なんていう制度もあるんですね。これは検察官、先ほど言った被疑者を訴える人たちですね。この検察官が起訴しなかった事件、訴えなかった事件について、抽選で選ばれた、これまた11人の一般市民が、その不起訴処分、訴えなかったことが妥当であったかどうか、正しかったかふさわしかったかを審査する仕組みです。この一般の人たちから選ばれた審査会が、起訴するべきだ、訴えるべきだと2回議決したら、強制的にその被疑者は起訴されます。こういう仕組みもあるんですね。で、これ聞いててお分かりだと思いますけれども、やたら難しい言葉使ってるんですね。で、これまた導入のですね、動画でもお話ししていることですけれども、分かりやすく言えば簡単なんでしょうが、どうしても言葉が難しくなってしまいますので、何度も言うようですけれども、この EJU っていう試験は、日本語の試験も科目の試験も日本語の試験だということで勉強していってください。で、もちろんぜひこういうのを勉強したらですね、皆さんの国と比較してですね、いろいろ考えてほしいんですね。よくこんな話してるとですね、質問されたりもするんですが、皆さんの国の中には、ここまでお話しした日本の裁判所以外にも、憲法裁判所とか行政裁判所、さらには軍法会議といった裁判所があるようです。しかし、戦後の民主化でこれらの裁判所は禁止されました。というか、もともと日本にもこういった裁判所があったんですが、これ特別裁判所といって、天皇直属の裁判所だったんですね。ところが、民主化によって主権が国民に移った現在では、このような裁判所は存在しません。なんてお話しすると、留学生の中には軍法会議について、日本の自衛隊が問題を起こした場合どうなるんですかなんて質問が出たりするんですね。が、大体そういう質問をしてくる留学生っていうのは、徴兵制とか兵役のある国から来た留学生が聞いてくるんですね。で、
お答えすると、自衛隊に軍法会議はありません。もちろん自衛隊内での犯罪を取り締まる自衛隊警務部というのはあるそうですが、これは海外の軍隊の MP とかですね、戦前の日本の憲兵に似てるように見えますが、中身は違います。基本、自衛隊警務部というのは、日本の戦前の憲兵隊のように、軍隊外の民間人に対して権力を行使する権限はありません。しかも、MP とか憲兵と違い、自衛隊内での比較的軽い犯罪の取り締まりに当たります。重大な事件などは普通の警察が捜査するんですね。というのも、例えば以前自衛隊の中で殺人事件があったんですが、これも自衛隊警務部が捜査し、容疑者を確保したのですが、軍法会議を開いて裁いたりせず、殺人事件として警察に引き継ぎ、一般の警察が捜査をしていったんです。ここら辺海外と違うので、覚えておくというよりはですね、興味のある方にはこんなお話をしています。いかがでしょうか。また、この後お話ししますが、裁判所が持つ違憲立法審査権を行使、判定するための憲法裁判所というのも日本にはありません。皆さんの国の中には法律ができてすぐ憲法裁判所で判断する国もあるようです。しかし、日本では原則、裁判の過程で裁判に適用される法律が憲法に違反していないかどうかを判定しています。これは憲法だけでなく、海外と結んだ条約も対象で、その条約が日本国憲法に違反していないかどうかも確認します。なんて話をすると、これはですね、日本人受験生から質問されるんですね。なら日米安全保障条約はどうなんですか？この条約のせいで日本にはアメリカの軍隊がいますなんて、聞かれてね、困るんですが、この場合も議論が起こるんですが、高度な政治的判断ということにされています。これも興味がありましたらですね、ぜひ周囲の日本の人に話を聞いてみましょう。というよりも、本当生々しい話になっちゃいますので、話をする前に、まずはですね、総合科目の基礎知識と日本語を一生懸命勉強してください。で、先ほど出てきました、作られた法律や結ばれた条約が違憲であると判断される。これをですね、裁判所が持っている違憲立法審査権、違憲審査権と言います。また、作られた法律だけでなく、行政に対しても違憲審査の権限が裁判所にはあるんですね。こんなことも皆さんの国と比較し、覚えておくようにしてください。で、最後に人権保障。捜査・逮捕における人権保障。現行犯を除き、警察が逮捕・捜査することは、すべて裁判所の令状がなければできません。また、容疑者として疑われた人が黙秘する黙秘権も認められています。さらに、取り調べの際の拷問とかですね、自白とかによる証言は裁判では証拠にはならないことになっています。で、これもちょっと日本語の練習だと思ってね、確認してください。で、次の人権保障。刑事裁判における人権保障。裁判は公開で行われ、被告人は弁護人を依頼することができます。先ほど言った通り、お金がない場合はですね、起訴される前は当番弁護士という人を頼むことができ、で、訴えられた後は国選弁護人という弁護士を依頼することができます。また、被告人は有罪判決を受けるまでは無罪と推定される推定無罪の原則が守られます。刑事保障請求権。刑の執行や拘留を受けた人が無罪の判決を受けた場合、国に保障を求めることができます。再審制度。裁判が確定した後、裁判の誤りが分かった、新たな証拠が出たりした場合に、裁判をやり直すことが認められています。こんな具合に、
裁判の際のその人の人権保障が定められているんですね。で、最近ではですね、司法制度改革というのが行われ、被害者も参加できる制度なんてのも導入されてきています。いかがでしょうか。あくまでも独立性を保った司法権が日本国の行政と立法を監視し、法の下の司法を司っているんです。本当難しい日本語で申し訳ございませんって、一応ですね、今回も字幕出るはずですんで、それ見ていただければと思うんですけどもね、本当何度も言うんですけど、私たちお金がないんでね、AI が翻訳した字幕ですので、おかしいなと思ったら、くどいようですが、母国語で、母語で確認するようにしてください。以上、日本の統治機構と題しまして、三権分立の三権、国会、内閣、裁判所を見てきました。そこで最後にですね、この三権分立まとめてみたいと思います。こちらになります。こんな具合ですね。国会、法律を作る場所、立法権と言いました。内閣、政治を行うところ、行政権と言いました。そして裁判所、裁判、法律をもとに判断する場所ですね。ここを司法権と言います。そして三権分立っていうのは、この三権がお互い独立して監視し合って成り立っている制度です。国会は内閣に対して内閣の不信任決議を出すことができます。また、内閣総理大臣を指名するのも国会の権限です。で、その指名された内閣がちゃんと政治をやっているのか、国政調査権なんていうのを国会は内閣に対して行使することができます。で、内閣は国会に対して衆議院を解散させるという権限を持っているんですね。こんな具合に国会と内閣が監視合ってるんです。また、内閣と裁判所の関係としては、裁判所は内閣に対してその政治が憲法違反かどうかを判断する違憲審査の権限を持っています。これに対し内閣は裁判所に最高裁判所長官の指名、その他の裁判官の任命という権限を持っています。また、国会と裁判所の関係でもお互い監視し合っていて、裁判所は先ほどお話しした通り、国会が作る法律が憲法に違反していないかどうかを審査する権限、違憲立法審査権を行使することができます。また、国会の方は裁判所に対して、裁判所が判断する法律の制定、これが国会の最大の権限になってますが、悪いことをした裁判官を裁く弾劾裁判なんてのを行う権限を持っています。こんな風にですね、3つの権力がお互い独立し、監視し合って成り立っているんですね。三権分立、ぜひ覚えておいてください。ここまで長かったですが、いかがだったでしょうか。ちょっと難しいお話でね、難しい日本語を使ったりですね、内容よりも日本語が難しいと思うので、本当これはですね、日本語を一生懸命勉強してください。日本語っていうか語彙ですね。この総合科目で使われる語彙、一生懸命覚えてください。で、これまた何度も言うんですが、これらはちょっと生々しい話につながりやすい話題ですので、何度も言いますけれども、今は総合科目の知識を勉強するんだっていうことで、一生懸命そこで使われる日本語の勉強をしていってください。そして、ぜひ大学なり大学院なり、専門学校なりに進学した後ですね、周りの日本の人たちとたくさん話をして、いろいろと勉強していってください。よろしいでしょうか。それでは今回の日本の統治機構はここまでにしたいと思います。またお会いしましょう。グッドラック。